こんにちは。ウイスキのぎこちです。このチャンネルではイラスト制作や推し活、シーリングスタンプ、ドル活などをテーマに趣味をもっと楽しめる動画をアップしています。今回はデジタルで描いたイラストを先日紹介したミニプリンターを使って印刷、それをアナログで加工してより推し活を楽しんじゃおうという企画です。絵師さんや写真をよく撮る人向けかも。せっかく素敵にイラストを描いたけど、描いただけで終わってしまうな。自宅で自作イラストを可愛くグッズのような加工ができたらいいのにな、と思っている方は多いと思います。今回はエプソンから出ているカードサイズから A5 サイズまでに対応したミニプリンターを買ったけど、もっともっと活用したい。何かクリエイトしたい。デジタル絵を DIY したい。他にも推し活などで撮った写真をデコりたい。前に紹介した活用法以外もっとなんか作れないの？という方に向けて、私ぎこちがよりこのミニプリンターを使って皆さんがもっともっと楽しめる内容を紹介していこうと思います。この動画を見ていただくと、イラストや撮った写真をさらに楽しめると思います。一つずつ詳しく解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。この動画で使ったものは概要欄にリンクを貼っておきますので、気になったらご覧ください。よかったらチャンネル登録、高評価いただけたら、後で見返すこともできますので、よろしくお願いします。今回の動画の目次はこんな感じです。1、スマホの背面用イラストにホログラムシートを貼る。2、トレカを作る、白押し。3、硬質カードケースでアクリルカード風 DIY。4、シーリングスタンプの台紙。5、QR コードを活用してみる。概要欄にテーマごとに秒数指定しているので、これが見たいなっていう方はそこからスキップするのに使ってくださいね。本編に入る前に前置き、おさらいです。まずは前回のおさらい。今回使うのはエプソンのミニプリンター PF の71です。A5 サイズまでしか印刷できない小さい紙物に特化したプリンターです。めっちゃ小さいです。iPad 11インチと同じぐらいの面積かも。こちらを使っていきます。そして先日の動画に入れられなかった機能の続報です。質問もいただいたので、そのお返事も兼ねて、スマホやタブレットから印刷する場合はアプリを使いますが、PC から印刷する場合はもっと詳細に設定できる機能がありました。プリントする紙のサイズをユーザー定義サイズとして1ミリ単位で自分で設定できるんです。手帳のリフィルにもプリントできます。リフィルをオリジナルでデザインするのも楽しそうですね。紙質によっては裏までインクが染みることがあるので、試し印刷してから使ってみてください。PC を持っていたらぜひ試してみてくださいね。一つ目、スマホの背面用イラスト。前回紹介した四隅が丸くカットされた状態で販売されている写真用紙光沢カードサイズ。こちらを使っていきます。とっても可愛い印刷用紙。この紙にちょうどスマホの背面に入るサイズなんですよね。私の手元にあるのは iPhone SE と14 Pro なんですが、どちらも幅とサイズは問題なさそう。私はイラストを入れやすい透明なケースを普段使ってます。まずはこんな感じのイラストを用意します。ぴったり紙に入りきるなという状態にアプリ上でサイズ調整。プリントアウトします。インクがしっかり乾いたら、このままケースに入れるのもいいんですが、気になりますよね。色移り。ということで今回はセリアで買ったホロシートを貼ります。ジャンコードはこちら。結構前に購入したものですが、一応撮影しておきますね。綺麗に貼れたらこのままでもいいけど、今回はせっかくなのでキャラの輪郭に沿ってハサミで切っていきます。カッターでもいいけど個人的には力を入れないで切れるハサミがおすすめ。私が使ってるハサミ、切れ味とってもいい感じで大好きです。さて、切れましたね。これをスマホの背面に入れるとちょうどいいサイズ。いいんじゃない？
スマホを持つ手からちらっと見える感じ、個人的にはとっても好きです。角度によってキラキラするし、もっと小さくプリントすればシール紙じゃないけどフレークシール風にも詰め込めたら可愛いですよね。いっぱいキャラクター詰め込むの大好きです。2つ目、トレカを作る。箔押し加工。結構前に買ったものの使う機会を逃していた箔押しに今回挑戦してみます。これは海外製で Amazon でゲットしました。ペンと金箔が入っているセットです。ペンには液状の糊がついてます。このペンで箔を押したい部分をなぞって数分乾かしたら、シートをそっと貼って上から少し指先で圧をかけて箔押しするというアイテムですね。似た手法で箔押しできる村田金箔さんの内箔という日本製のアイテムも気になってます。近日購入したい。イラストは金色を含んだ想定のものを用意しておくといいかも。同じくカードサイズの写真用紙にプリントします。プリントしたら箔押ししたい箇所に糊をペンで塗って箔押しをします。キラキラ。想像以上にいい感じに。ぜひ箔押しも楽しんでみてください。3つ目、硬質カードケースでアクリルカード風に DIY。 結構前からよく見かけるアクリルカード。イラストが印刷してあって透明な部分を透かして記念撮影するのにとってもいいやつ。今回はこんなデザインではがきサイズの紙に印刷してみました。このキャラの背景になる部分をカッターでくり抜いてセリアにある硬質カードケースに入れる。わいい。推しをイラストで表現して外出先で記念撮影するのにも良さそう。ケースは結構硬いからバッグの中に入れて持ち歩きも全然 OK。 アクリルケースを個人で入稿して発注するのは大変だけど、これなら簡単にそれっぽくなります。個人的に結構いいアイディアと思ってるアイテムです。4つ目、せっかくなのでシーリングスタンプの台紙を作る。私リコチのもう一つの趣味、シーリングスタンプ。今回はシーリングスタンプを押す台紙を作ってみます。透明なシーリングワックスをオリジナルで作ったイラストに押してみるとか、透明じゃないワックスも模様によってはいろいろ活用できそう。そんな提案です。デザインはこんな感じで作ってみました。これは個人的に実験してみたかったやつです。うまくいくかな？まずはイラストを普通にプリント。今回はセリアの情報カードを使っていきます。口あり印刷でもいいデザインにしています。さてまず透明ワックスを使ってみます。もう一つ目は小さめのスタンプ 1.5cm のバラの形のスタンプ。これはランダムに押していくと可愛いかもしれない。さて押していきます。めっちゃ可愛くないですか？同じ趣味の方ぜひ。出来上がった台紙はスタンプヘッドの見本としてもいいし、おたともに差し入れの時にそっと忍ばせるもよしです。5つ目、QR コードを活用してみる。別件ですが、イラストに入れる QR コードの有用性についても最近よく考えます。先ほどのトレカ風のデザインにも QR コードを入れたデザインにしていました。私はポトフというサービスを使って自分の SNS をまとめたリンクサイトを作っています。そして QR 生成サービスでこの URL に飛べる QR コードを作る。その QR コードをイラストに入れておくとサインの代わりになるというか、もし転載されてしまった時も自分の絵と主張できるし、Pinterest などで作者不明の画像としてまとめられてしまった時も QR があれば見た人に自分の活動場所をそっと教えることもできる。思いのほか便利じゃないですか？絵師さんにそっと提案してみます。最近は X にオリジナル創作イラストをアップするとき、イラストに QR コードを入れてみる実験をしています。例えばこのイラストとか、
もっと QR コードを入れる時のデザインの工夫はしたいですが、いかがでしょうか？ SNS に画像をアップするとき、あなたもぜひ試してみてください。そして名刺にも QR コードを入れておくと、オフ会などで人に SNS での活動場所を教えたいときにも使えますよ。結構小さめに印刷しても読み込んでくれます。このカードは QR の縦横は 1.5 センチサイズだったけど、スマホで読み込めましたよ。名刺は絵師さん以外も何か活動している方で自作したいと思っている方が多いと思います。あなたも QR コードぜひぜひ使ってみては？最後に、さて今回はミニプリンターのさらなる活用法をご紹介しました。私がこんなのできたらいいな、とっても楽しいなという案を共有しましたが、あなたならどんな風に加工しますか？もっといい DIY の方法があったらコメント欄でぜひ教えてください。まとめ。それでは今回の動画のまとめです。デジタル絵をプリントしてアナログで加工してみる提案でした。1、スマホの背面用イラストにホログラムシートを貼る。2、トレカを作る、白押し。3、手作りアクリルカード風アイテム。4、シーリングスタンプの台紙。QR コード活用。これであなたもミニプリンターをもっと素敵にたくさん使っていっていただけたらとっても嬉しいです。もしこの動画が良かったよという方は、高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。このチャンネル、ういしきでは、私リコチが推してるコンテンツの動画をアップしています。イラスト制作だったり、シーリングスタンプだったり、ドル活だったり、何か面白い企画があったら誘ってください。では、またねー。